かっこいいよ。だいぶ厳しく。すごいすごい。いやすごい。いやーかっこいいかっこいい。すごいよ。今回はね。かっこいいね。いやすごい素晴らしい。いやもうこれでもう視聴者の方は文句ないと思うんでこういうのを作っていただきましたので、どうでしょう、令和の文人に間違いないと思います。はい、こんにちは。こんにちは。久々の三島さん。そうですね。はい。今回はもう完全なチャレンジ動画で出させてもらおうと思ってまして、この木は私いただいた木でして、以前ですね、この辺いくつか枝がありました、なんですが、持ち主の方が、管理が悪くて、ほぼほぼ枯れてたと、こことここだけ生きてたっていうような木でして、今回ね、ちょっとこうむしろ変わった木を、作ってチャレンジしてみたいなってことで、なるほど、今回ね出させてもらうことになりました。はい、これを作っていくわけですね。そうですね。はい。で動画としては、中級者っていうんですか。中級者、当時に入って7年ぐらいやってるしますよね。そうですね、5年とか6年。そうで2週間前にここ抜きまして、ここの行き道はなくなっちゃったと。そうすると今生きてるのは、ここだけなんですよね。ここだけで水吸って、でここだけ繁茂してるって感じ。今回ねワード3つ用意しました。で1個目は文人木。文人木。そうですね。東寺園といえば文人木。ってことで、文人木っていうのを少しワードの1個目に挙げてます。2個目のワードとしては、今回この木をですねぐっと下ろして、県外ですね。ちょっと下法の鉢用意してますんで、こうなるかな。ちょっとこうなるかこうなるか分かんないんだけど、ちょっと下法の鉢に入れて、2つ目のワードとしては県外っていうワードで作っていきたい。3つ目のワードとしてはちょっと私ワード作りました。提灯作りっていうね。何を提灯作りっていうかっていうと、ちょっと私が勝手に作ったもんですから、ここだけで作る。よく文人木でね、盆栽 Q の初回の T シャツですか、ありますよね。赤松のグッていってここにしかない。ああいうのを僕は提灯作りって言っていいんじゃないかなと思って、で今回その提灯作りをここに作るっていう感じで、もうほぼほぼ自分の頭の中ではもう形できてるので、それを皆さんにちょっとお見せして、こういうのもどうでしょうっていう提案をさせてもらおうかなと思いますんで、完全なチャレンジ動画にしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。これもともと見たい。あるけど、これで撮っても大丈夫。それか。じゃあきついか。メディアネ抜いて送ってもらえません？送るとかが僕ちょっとあげるよ。じゃあこれ一番最初の状態見たい。それがねうちにしかない。これが2週間前の。これ2週間前はこれでちょっと回転してきますね。はい、こんな感じ。2週間前こんな感じです。で上取ったと。そういうことですね。ここ取っちゃったよっていう。はい。めっちゃアナログな。アナログですね。ごめんなさい。データを送れないということなので。すいません。ちょっとそういうの不得意なんで。やりますか。じゃあ針金掛けですね。そうですね。でも提灯作りなんでここいらないかなという。ひょろっと。ひょろが。なんか残してみたんですけど、ここだけで作るってことなんで抜きたいと思います。陣とかもいらないかな。これでね。細かいところはもうカンタ先生に僕は抜いてもらおうと思ってますので。もうあとなんか音楽つけてもらうでしょ。多分音楽つけてカットしていく感じがいいかなって。わかりました。うまくかっこいい音楽。かっこいい音楽にしてほしいな。わかりました。こうしようか。じゃあ同じように
したいからでもよくこの木捨てなかったですよ、本当に何度でもやり直せると。一回お祭り出したんですよ、5000円ぐらいで売れなかった当たり前で今回も、ちょっとカンタさんが、はい、もうこれ三島さん出していいんじゃないかっていう売っちゃって、売っちゃって、でちょっと迷ったんですけど、なんかちょっとこう変わった木になるんじゃないかなって、で出さなかったんです。確かに変わった木に変わってるよね、でそれがまあかっこいいかわかんないですね。ちょっとやってみない、かっこいいになるかはちょっと本当わかんない皆さんお楽しみにと、なんかほらファッションとかでも行き過ぎちゃったらほらダサくなっちゃうのと同じで、ちょっとね盆栽もダサくなっちゃうかもね。ファッションも引き算ですから。引き算なんだよね、どっちかというと僕足しちゃうかもしれないここをね先全部かけちゃう。そうですね、かけちゃって、棚提灯作りにしたい。でもあれですよね、こう角度が決まああそっかそっかないと多分針金かけてもね動かせない。あれどこやったっけ、イメージがなんか面白いんじゃない、ね、ちょっとやってみる。どれぐらい、まあ8は遮るね。そうですね、と思います。ちょっとどういう風になるかわかんないけど、あんまり鉢を遮る木ってないですよね、だそれ僕やりますから今日。どうなのかわかんないけどで遮ってダメだよってなったら、また直してっていう。確かにあんまり聞いたことないですね、ないよね。鉢を遮るのがダメとかいいとか。ちょっとそれでやってみます。みんなの反応見ましょうよ。そう本当にはい、じゃああとここねかけます。はい、じゃあ音楽スタートこれ紀州ですね多分。紀州こういう塊のやつってどう分けるか難しいですよ。僕ね分かんないから、もうこれはカンタ先生に最後見てもらって抜いてもらおうかと思ったんですよ。だから一応今自分なりにやってみて、そう全部かけとくんだけど、じゃあカンタ君来たらそう今日来るから多分、終わりに、それで枝抜きとかなんか最終的に見てもらえば、まあなんかほら素人が変なの作っちゃってちゃんちゃんっていうよりかいやここがちょっとなってませんという言い方で、まあよりいい気にしてくれると思うんだよね。そういうスタンスでいきたいと思います。じゃあちょっと大体かけたんで、これ落としていきたいと思います。大仕事。これで折れたらもう終わり。この動画は終わります皆さん。これで折れたら怖い。折れることはないね。これ引っ張りでもいいですかね。もうダメだ。曲がってるからこれでいいと思います。どういうこと？植え替えてみよう。先に植え替えて、針金で引っ張る。そうちょっとやっぱりカントさんがいないと曲がんないことは分かりましたから、植え替えてみましょう。分かりました。じゃあ先植え替えで。はい、よし。でじゃあ鉢登場で、高木さんのリアクションを取りましょう。いや全部合うと思うから、ちょっと緊張してます出すのこれに合わせる下法の鉢、ちょっとこの鉢を見てこの木を作りたいなと思ったんですけど、まあ私が好きな盆栽先生の下法。ここの牛やばい。おお、こんなのあるんだ。やばい、ほら、すごい。もうヨセミテ公園のほらアンセル・アダムスの写真出てきそうじゃない？よく知ってますね、アンセル・アダムス。知ってるね。F64。そうそれの崖、ほらヨセミテの崖を撮ってるような。どうですか、それを心拍入れたらもう景色できてるじゃんっていう。このグラデーションとやばいっしょ。肌
とここのがさ、心拍にもうバッチリ。それで生徒作品展に僕盆栽使ったけど、それ以上に変わった鉢だから、お絶対これに合うと思って、今回動画出させていただきました。なるほど。はい、以上です。川崎先生使わせてもらって。これでもここが入るかどうかわかんない。だからネジンなんですよ。だからネジンなの。ネジンっていうのは？ネジンというのはですね、説明しよう。これがですね、多分ここに入りきらないんですね。なので多分根を出した状態で植え込みますので、ここが枯れちゃいますから、このシャリとつながったのをネジン。根が陣になったものを根陣。だからここまで鉢に入って、ここは外に出ると。ここは出てももういいよ。なんでかっていうと、もう枯れてるから。そうですね、生きてるのはここだけ。そういうこと、そういうこと。ということです。そういうこと。だからこの盆栽の下法に入れてできるんじゃないかな。人は任せよう。そういうことですね。そして完成した作品をカンタ先生に見せて、いや三島さんもう卒業ですと。でも来週から見れない。何も言うことありません。まあそれを今回狙って頑張ります。以上です。はい、一回切ってもらって。なのでまあ鉢底ネット入れて準備していきたいと思います。はい。すごいコブラみたいになってる。ちょっと止め方が分かんない。コブラには何反応してくれなかった。どうしたらいいかな。ちょっと高井さんにやってもらおうかと思って。やっぱり自分一人では作品が完成できない。やっぱりみんなの力を借りて、やっぱり他力の盆栽っていうのを私ね、もうここに入って6年やってますんで。他力の盆栽でやってんだ。そうですね。やっぱり皆さんのおかげでこう作ってもらえてる。高井さんに網を止めてもらうと思って雑用任してる。その可能性ありますよね。いやだってこんな深いんだもん。確かに手がね、これやれないよ。コブラみたい。確かにこれコブラ漫画のね、やっと反応してくれる。コブラね。止めづらいですよ。だからやっぱり高井さんじゃないと多分できないと思う。高井さんがいやないです。ちゃんと N 入ってるから、ほら N っていうか V だね。ビトンに見えますよ、僕の中では。この V がもうビトン。終わりました。ブランドだよ。はい、ありがとうございます。じゃあこんな感じです。はい。なんだっけ、これをこの辺ブランコをするの方がいいよね。じゃあ高井さんにちょっとお食事だっけ、やりましょうよ。お食事こんな感じで。よし、ちょっと長めに取っとくんで、こんなもんでどう？風なんか鉢が出てきたらイメージ湧くでしょ。湧くよね。でさ、その崖を遮ってるこの枝っていうのを、そういうのってないかなって、でこの鉢だからやれるのかなって僕は思うんですよ。そういうインスピレーションをいただけたっていうのが、このやっぱり僕がファンの盆栽先生のこういうやっぱり出ちゃう。じゃあ止めちゃうってのはなんだっけ？飛んできた。ちょっと高木先生にちょっとなんで僕やるんですか？僕はね、自分でやることにこだわってないの。やりましょうよ。今日がやる。やつですから今日。いっぱい出た方がいいから、みんなは。イケメン出してね。そうね。少しでもね、女性視聴者を楽しんでもらわないと。視聴回数増やさないとさ。いいですね。こんな感じですね。そしたら入れ込んじゃいます。長い方から入れた方がいいですよ。長い方から入れた方がいい。お願いして。何もしなくなったの。一応これ一人じゃできませんから。やっぱり二人でできることだから。電話ができてる。ちょっとじゃあ一人でやってください。やりますね。はい。じゃあ鉢の準備ができました。こんな感じで、ちょっと高木さんがだいぶやってくれましたけど。はい。じゃあ根を見てみましょう。いや、もう5年ぐらい植え替えてないんでどうなってますかね。でも本当にこう枯れた木をこうやって活かせるんだったら、なんかいい提案になるんじゃないかと思うんですよね。今回ね。いった。はい。
根も半分以上枯れてるってことですもんね、こっち側が。そういうことになりますね。ないってことは。だからちっちゃができそうですね。ですね。はい、これは盆栽球ストアで売ってる根かき棒ですね。はい。ありがとうございます。根かき棒。前植え替えた時は、生きてたのがどこ？ここ？生きてたのは実はこの辺も生きてたんですよ。それでもうね、ひょろひょろひょろっていうので取り木してたんですね。2本ぐらい。こことここが多分生きてた。でもう全部枯れちゃってたんで切っちゃったと。ただし素材としてまっすぐ感がまっすぐだったので、まあ面白くはないなということで、ここを彫刻したら面白いんじゃないかって言われてずっと取っといてたんですよ。で板引きにねできますね。そういうことそういうこと。なんか文人についてもなんかそう考え方がある。そう文人木っていろんな樹形あるじゃないですか。直感とか吹き流しとかで、その中で唯一その文人木っていうのは文人が好んだ木っていう定義で書いたんですよ。だから例えばこういう風な木とか定義があんま実はないんじゃねえかっていう風にちょっと専門書見てたら思いまして、自然樹形を模した感じでって書いてあるけど、文人だけ好む木だから、そういうこと、結構自由度がそこだけ強いんじゃないかと思ってさ、だからじゃあ文人が好む木作ればどんな形に持ってっても文人木って言っていいんじゃないっていう、なんかそこを僕はうまく使いたいと思って解釈ですね。そういうことですね。でだから令和の文人木っていうかね、ちょっとやりたいって令和の文人木を作ると、と言えるか分かんないけど、やっぱチャレンジしてみたいですよね。だから例えば県外みたいにそういう形、自然の形を模してるかもしれないんだけどどちらかというと意味合いとしては文人が好んだ木だから文人木、じゃあそれは現代にアップデートされてるかとか、再構築されてるのかって僕は言いたいですね。それで今回ね声かけて先週どうですかって声かけていただいたから、これはチャレンジしてもいいんじゃねえかと、自分が思ってる構想をなんか初めて、視聴者さんの前でやってみてもいいんじゃないかなっていうことで、出させていただいてますけどね。令和の文人なんですね。じゃあ令和のね文人がどういう人が文人か分かんないけど、どういう人でしょうね。今の時代の文人がどういう人でしょう。作家さんとかかな。そういう人がでも盆栽をこういうのいいよねっていうのを表現するのも面白そうですよね。文人ってむずいっすよね。むずいっすよ。定義がね。なんかに長けてたとしても盆栽のことを理解してるかどうかも、そうかも。誰だろうな。なんか草間彌生とか。そうね。現代美術家の村上。もうビッグネームですね。現代アートのね。とかですね。現代の。そしたらもうあれになっちゃうんじゃないの？ドットっていうか赤いドットがもうあれが入ってきちゃうっていう。ドットだったりフラワーが。でもシャレに全部絵描いてくる。そういう方向性ってあると思うんだよ。だからぜひね。若いアーティストの方は盆栽入ってくるべきだと個人的に思っております。で叩かれてもそういいじゃない、っていうことですね。これ入んないかもしれないなこれはやばい結末が待ってるかもしれない。まあいいんじゃない。そうネジにするんだから、ちょっとでも入ってね生きてれば勝ちですよ。そこまで画像にできたら終わりでいいんじゃないのダメですか。これね、なんかあります。これでも丸まってる。切っちゃっていいですよ。切っちゃうというよりかは出しとこうかなと思って、腐るまで。それを残ったら融合剤塗るとか、そういう風にしようかな。ここはもうチャームポイントにしようと思って。フィッシュテール、バイクでいうマフラーみたいな。どうでしょう。ダメかな。どうでしょうか。視聴者の皆さん。しばらく経ちましたが、
かなり苦戦してらっしゃるよね。大変ですねやっぱり。今の作業は、はい、枯れてる根と生きてる根を分ける。そう分けて、まあ多分ここはもう根を出して植える感じですね、結構でも面白くなりそうですよねここね。でまあ細い根は切って、太い根だけ出しておいて、まあいわゆるこういう風な模様になってくるっていう予定でおります。はい、もうしばらく。そうですね、お待ちください。はい、だから入れるとこと入れないところをちゃんと分けないとね。ここだね。こことここはもう崩しちゃってここだけだね。そうですね。いっちゃおう。土が全部落とせないので洗うことも。はい。上に出すとこだけ洗ってる感じ。一応ね。でも洗っちゃってるかも。あ、コブになってるわ。どうですか。もっと表に出る部分。そうですね。って感じですね。あと植え込んでみますか、じゃあ。そうですね。ここもういっちゃおうか。いっちゃおうか。はい。じゃあとりあえず、今のところはこういうイメージで入れてみて感じですね。これ寝かせるの？結構寝てますね。寝ちゃってるね。起こしたいね、本当は。まあ寝てもいいですか。入るかな。入んないな。もっとこの辺もですね。取った方がいいね。やんないと。ここは削ろうか。思ったより大変ですねこれ。大変なちょっと提案しちゃったかも。やばい。枯れたらごめんなさいだな。枯れてもいい木だからやってるってとこもねあるでしょうけど。もうこいつの DNA は取り木で生きてるわけですから。ここを削りたいですもんね。そうですね。そこ削んないと入んない。ここね。当たっちゃいますもんね、鉢と。いやまあこんなもんじゃない。まあ寝せてもいいし、まあもっとどうだったっけか、こうか。いや大変なことだねこれね。ここにいらないのかも。切っちゃおうか。ここね。切っちゃおう。太いので。これで。どこ切るんですかそれで。ここ。まとめて。細根で抜いといた方がいいか。この辺。いいですかね。鉢当たってるところ。こことかね。どうですかちょっと。ありそうな。だいぶやってみた。どっかだ。ここだね。コブだ。ここはじゃあ削ろう。だいぶなくなりましたねこうやって。だいぶね思い切っていろんなことやってみたんで、かなりチャレンジしてんじゃないですかこれ。これででも枯れちゃうかもね。まあ可能性はゼロじゃないですね。まあいいチャレンジしたってことで許してください。でどう？だいぶこれでまあなんかこんな感じ。まあ寝せてもいいし、でこうだ。いいじゃないですか。行ってみようか。これでじゃあ高木さん。じゃあなんですか。お金払うから。ちょっと待ってください。手伝って。じゃあ土入れします。とりあえずこれで入れ込んで、枝下げるで終わると思いますんで。わかりました。はい。じゃあ行きます。結構根が少ないんで、だいぶそんなにいらないと思うんですよね。でもうちょっとこれで木入れて。もう入れちゃう。もうちょいか。もうちょい。これで、こんな感じ。入れ込んで。
まあ起こすんだったらこれ抜いちゃうって話だね。正面、鉢の正面はちなみにここですね。はい、まあここまでですね。はい、であと止めちゃう。面白いですね。ねえ、ないよね。まあ鉢がいいから、鉢のインスピレーションがでかい。これちょっと気になるところを言っていいですか？はい、いいです、いいです、言ってください。こっち正面ですよね、多分ね。ああ、陣がそうだな。寝てるのはどうなの？いや、立てたい。だからやっぱここ切ろう。奥行っちゃってる、奥にこう倒れてる感じしますよね。当初は違いましたよね。当初は天神だからまっすぐ上に向くぐらいの、だからもっとこうしよう。ちょっとこれが止める前に気になったんで。これがそうそう、もっとこれを抜こう。こうですね、多分ね、角度的には。こういうことだよね。起こしたいんだけど、危ない。こうだね。そうですね。ここだよね。もっとそんぐらいですよね、きっとね。でここ切ればもっとやってもいきます。正面こっちですよね。そう最初の動画で、どうですか？でこっちへ流れてる。離れてみないとダメだ。そう奥にこう行っちゃってるような気がするから、前に来た方が迫力がありますよね。削んなくてもいいの？ここを削ってスポッて入れちゃおうか。で前に持ってくる。そうしよう。だからやっぱりでかいのでいっちゃおうか。いいですか？いいですか？そんなに取れなかった。一回出した方がいいんじゃない？一回出した。よいしょ。そしてここだね。段ボール持ってますよ。はい、すみません。いきます。どうですか？ちゃんと見ててくれる人がよかったですよ。難しいね、やっぱ離れてみるっていうのはよく言われるんですけど、ね、できないね、やっぱりこう。よかった。Q さんがねいて。固定しちゃうとね、もう、できないからね。そして入れ込んでみます。こんな感じでしょうか？どうでしょうか？そんなに良くないな。良くない。気がする。なんか逃げてんだね、陣がね。まあでももっと削っちゃうっていうのもある。そうだね。からどうせ板車輪するんですよ、これね。後々。これでね。今の時点でね、まあチャレンジだな、やっぱり。いきなりかっこよくはできないのかも。でもおもろいですよ。これでいきます。よし。カラスが止まっててもいいね。やばくない？確かに。カラスといえばいや、やめとく。カラス置きたいよね。置きたい。これでいいっす、これでも止めちゃうよ。嵐かなんかで倒れて片側が朽ちたっていう情景ですね。じゃあ植え付けは省略で。そうですね、そうしてください。まあなんかちょっと異形かも。まあでも本当カラス乗りそうっすよね。カラス乗りそう。もうこれで終わりでいいんじゃねえかな。曲げてよ。曲げてっていうかもう曲げるっていうよりも引っ張ってほらこれでカラス乗せて2個。終わりでいいんじゃない？どう？棚もちょっと一応自分なりに行きましょうよ。まあそうね。自分なり後でカンツさんにやってもらうとして、まあこうじゃない。こうやって。大丈夫ですか？わかんない。これで折れたらもう。いやもうちょっと結構やばいよね。慎重にやった方が。本当ですか？結構虫って言ってる。引っ張りたいですね。引っ張りだよね。ちょうどのとこでちゃんと。でここ見せたいな。ここの盆栽先生のこのエルキャピタンの崖をヨセミテ公園のね。そうだったんだ。エルキャピタンの崖を見せたいじゃない。じゃあだいぶ低い位置に。ここへ乗せてカラス見せたいじゃない。本物乗せたいね。本物のカラス？本物っていうか。大きすぎるでしょ。では、固定するっていうか引っ張るか。そうですね。ということで下のあれですか、固定用の針金にして、これ通して。そうですね。太い。すごい位置。こんな低くする。でもこれを見せたいってことは。まあ、
見せなくてもいいけど、でもせっかく先生が作ってるからね。このためにきっと作ってたのかな。かもしれない寄せ見てエルキャピタンの崖。そうしたら本当にこっちいらないんじゃない？なんかこれじゃ多い気もするよね。提灯作りができてるかっていう。先水やった方が良かったかもしれないですね。何？お水。そうだね。じゃあお水あげますか。じゃあお水あげます。引っ張ったのは問題なく。やっぱ陣が長いね。すごいじゃん。だから彫刻の違いがありますよね。ありますよね。だからこれで終わりじゃなくて、ここからどういう風になるかまた見てもらったら、生きてたらね。生きてますよ。今ぐらい。と思うんで。なんとなく僕がやりたいことってここまで見てもらえば、ここで今日は終わりでもいいかもしれない。どうでしょう、視聴者の皆さん、許してもらえます。終わらせないでください。まだ終わらせちゃダメです。ちょっと中途半端な気が。わかりました。いや、面白いですね。面白いですよね。まあいろいろベテランの方からしたらね、怒られちゃうと思うんだけど。賛否ありそうな気はする。ありそうですね。いいよいいよ、僕はそれでやってるんで。とりあえず私の方で棚作りして、ここまでやってみましたっていうので、そこからそうしましょう。ちょっと仕上げしてもらいましょうか。こういうの棚難しいですよね。分かんない。ちょっと提灯作りとは言ったけど、意外と提灯作りは難易度高いのかもしれない。高いと思う。ちょっともうすでに分かんない。頭がどれとかも全然分かんないな。これ振りたいな、こうやって。ああ、いいんじゃないですか。こうやってね、じゃないと。そうですね。ちょっとなんだろう、勢いが。いいじゃないですか。なんかまあ現代的では令和の文人っていう風に、なんかこう天地を指す感じがね。この辺のだから野生味もね、野生味ありますよ。あるから、これ苔張ったらもっとね、それっぽく見えると。それで許してもらおうかな。どうでしょう。はい。いや、いいんじゃないですか。じゃあこれであとはもうプロの方にもう違うよと、ここ直してもっと棚割りしましょうとか、もう少しね他力を借りたい。やっぱり菅さんの力必要かなと思うんで、じゃあ帰ってきたらそうですね、チェックしてもらいましょう。チェックしていただいて、はい、皆さん乞うご期待。はい、ご苦労様でした。おかえり。かっこいいかっこいいねこれ。ナックファイブスタジオでワークショップやってました。はい。これ三島さんが作ったやつ。どういうコンセプトですか？コンセプトはね、すごい面白いけど流れがどっちなの？流れは左、こっちに枯れてる、風でやられたっていう体だね。ここも枯れてるし、ここも枯れてる、で陣の流れもこっちだし、枝先の流れもこっちになってるから、一応こっちに風は吹くっていう感じか。切るにしても、思い切ってもいいような人。思い切って。矢が変だし、入水が見えない。そうですか、ここだと。真ん中。もうちょいこれ言ってもいいのかなと思います。あとは花を作った方がいいですよね。ですよね。と思ってそこねやれなかったんですよ、僕の力じゃ。どう作っていいか分かんなかった。まあ単純に地を下げるべきですよね。枝先を下げれば。こういうなんか団子みたいな枝だとどういう風に分けていくイメージなんですか？ここに3つ枝ができそうじゃないですか。でここで高さを作る。それが上段？これが上の頭の部分。ここ1個下げなきゃダメ。ちょっと今ある針金でどうにかしますけど、でここはまだ一番下ではない部分ですよね。その先端でもう一個下の段を作る。そうこれらも絶対いらない。
出たい。今のこの形でどうにかするっていうんですけど、どうせ外すから、はい、こんな長く残さなくていいですよ。ああ、枝を。針金ね。もっと短くていい。じゃあ際で切っちゃった方がやりやすいと思う。すごい。で、ここにこれ使うんであればもうここに曲げて乗せる。いらなっちゃいらないんだけど、とりあえず塊として、できたね。下がすごい。これを思いっきり下げないといけないんですよ。裏枝ですね。そうですね。なぜ？これが一番上に来なきゃいけないから。上がっちゃってるから。そう。枝の幹の付け根側のやつから上だんだん下に。で先端が一番下になると。ちょっと返しが1個あった方がいいですね。いやー、これができるようになったらすごいかも。考え方は分かりやすかったですね。先端が一番下になって、県外の場合ですよね。一番上の頭。ポイントは玉を作る、あと枝の配置。そうですね。と、素直にこう上から作っていく。これもほら。三島さんが言う、なんだっけ、提灯作りだけど、ちゃんと棚を意識してこうただポンって作ろうっていう頭でいたけど、結局そういう基本のセオリーに基づかれてちゃんとコンパクトに枝棚作ってることをやってるってことですね。このノーカット版はこれノーカット版ですよ。このノーカット版はメンバーシップ動画にしましょう。すごいかも。素晴らしいです。いいね。でもこれが実際にね、もう少し振ってもいいんだよね。そう思ったんですよ。正面を今こっちにしたからね。これこう振りたいよね。ここを奥にしたいんですよ。引っ張る？カンさん8から。もう寄せちゃおうか。それでもっと引っ張れば。こっち正面するとここやっぱ脇開いて見えますよね。そうですね。それはどうなんでしょう。やっぱ閉めた方がいい。閉めた方がいいのは閉めた方がいいですけど、でもですね、一気にやらなくてもいいっていう、後々。なるほど。いや、すごいな。それだからでも振ったんですよね、三島さんはね。そういうことですね。でこのラインとこの線のラインがあってかっこよくない？僕はそういうデザイン的なとこ見ちゃうんだけど。さすが。ちょっと荒いとこ多いですけど。いや素晴らしいです。これはもう別物になったでしょ。盆栽にしてもらったでしょ最後。もうちょい起こしたかったんですけど、ここがぶつかっちゃってね、起こせなかったの。もっとこっち振りたかったんだけど。ちょっと遠目で見たいな。いや、令和の文鎮着じゃないですか。できればここがもうちょっと入りたいですね。やっぱり寄せたい。入りたい。今外にこう行っちゃってるだけだから、もっと寄せた方がいいんだ。寄せたいとかっていうのあった方がいいと思う。じゃあだいぶこれがこっち来ちゃう。来ても面白いかも。いやだからここを寄せて、こっちから返したいんですよ。こっちに。はいわかる。今こうじゃなくてこうしたいの。だからもうここをもっと寄せて。いや4時にお出かけなさい。なるほど。でここの柔らかいところをバキッと前にこうしたら、そうすると前に振るじゃない。ここがスペース埋まるじゃん。なるほど。ここのスペース埋めたいんだ。ここがちょっと嫌だよな。ここと引っ張ってもいいと思うから、引っ張ってもったらもう絶対寄るから今で。引っ張ってここで取っちゃって。これもっとグッとこれすごい、さすがやれないですね。もうこれ、素晴らしい。結構まただいぶ変わりそうですね。とりあえずちょっと一回適当にやってますよ。で最後これをかっこいいかも。いや、さすがっすね。すごいさすがっすね。
これはやれないかも。かっこいいよ。だいぶ厳しく。ああ、すごいすごい。いや、すごい。いったね、これ。もっと下げたいから、ちょっと引っ張ってもいいかもしれないけど。いやー、かっこいい、かっこいい。すごいよ。正面から見た。今回はね。かっこいいね。感じ。いや、すごい、すごい、すごい。素晴らしい。埋まったから。いや、すごい仕事してくれましたね。もうちょっと。いや、さすがです。もうちょっと前に振り返って。すごい、すごい。それ3万円になります。3万円で。いやー、さすがで。いやもうこれでもう視聴者の方は文句ないと思うんで、こういうのを作っていただきましたので、はい、どうでしょう、令和の文人に間違いないと思います。はい、本当にこの場に立ち会えて幸せですね。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。このチャンネルがいいと思いましたら、チャンネル登録といいねボタン、登録よろしくお願いします。プリーズサブスクライブお願いします。サムズアップ、センキュー。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。